皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。第37回のテーマは春休みの予定です。日本の大学では2月から3月の終わり頃まで春休みがあります。日本の大学生は春休みにどんなことをするんでしょうか？特に3月になると少しずつ暖かくなってきて、春が来るのが楽しみになってくる季節ですよね。日本では4月から新しい学校や仕事が始まることが多いので、春休みという期間は楽しみな気持ちとちょっと不安な気持ち、いろんな意味でドキドキワクワクする休暇だと思います。今日の会話では日本人大学生のさくらさんとフランスからの留学生ナタリーさんがお互いの春休みの予定について話しているのを聞いてみましょう。この二人はタメ口で話しているので、カジュアルな日本語の会話の練習に役立ててくださいね。それでは早速始めましょう。ジャパ耳。そういえばナタリーの春休みの予定は？パンケーキ屋のバイトをして、それから旅行もしたいなって思ってるよ。旅行いいね。行き先はもう決まってるの？関西に行ってみたいなって思ってるよ。関西か。大阪とか京都とか？うん、そうだね。あと、奈良にも行ってみたいんだ。そっか。じゃあ週末だけだと全部行けないから春休みはチャンスだね。そうなんだよね。さくらは春休み何するの？結構バイトのシフトが入ってるんだ。あとは東京の近場でちょっと旅行かな。へえ、東京の近場ってどの辺？鎌倉とか箱根とか日帰りでも行けるし、一泊二日でもちょうどいいんだよね。いいなぁ。日本の春休みって結構長いよね。そうだね。大学の春休みは長いよ。だいたい2月と3月は休みかな。フランスの大学より長いかも。日本の小学校とか高校も同じぐらいなの？いや、小学校、中学校、高校の春休みはもっと短いんだ。そうなんだ。どのくらい？だいたい2週間ぐらいかな。3月の終わりから4月の初めまでだったと思う。じゃあ、あんまりゆっくり旅行はできなさそうだね。そうなんだよね。だから日本人にとって大学生の春休みイコール自由って感じ。なるほど。だからみんな旅行したり、バイトしたりするんだね。そうそう。で、ナタリーは関西で特にしたいこととか行きたいところはあるの？まずは、大阪で美味しいもの食べたいな。たこ焼き、お好み焼き、あと、串カツ。大阪っぽいね。それに、京都でお寺も見たい。京都もいいよね。でも春休みは人が多いかも。やっぱり観光客多い？多い多い。特に清水寺とか金閣寺とか、メジャーなところは人気だよ。じゃあ、どうしたらいいかな？朝早く行くか、逆にマイナーなところに行くか。なるほどね。ちょっと調べてみるよ。ちなみに、京都名物って何かな？食べ物なら意外にパンが美味しいよ。そうなの？京都は古い町なのに、和食じゃなくてパンが人気なの？
もちろん和食も美味しいんだけど、京都人ってすごくパン好きなんだって。へえ、それは知らなかった。前にテレビで日本一パンを食べる県って言われてたよ。じゃあ、Google マップでレビューの高いパン屋さんを探しておこう。それいいと思う。あと、奈良といえばやっぱり鹿かな？奈良公園の鹿だよね。そこには行ってみたいと思ってるんだ。鹿せんべいを持っていると鹿がいっぱい来るから気をつけてね。わかった。鹿と仲良くなれるといいな。うん。ナタリーが鹿に優しくしたら、きっと鹿も仲良くしてくれるよ。そうだね。東京から大阪に行くときって、やっぱり新幹線がいいのかな？まあ、新幹線は確かに便利だけど、結構高いんだよね。何か他の方法もある？ナタリーの体力が大丈夫なら、春休みは夜行バスがいっぱい走ってるはず。なるほど。夜行バスか。体力は多分大丈夫だと思2月と3月は大学生の旅行シーズンだから、結構安い夜行バスがあると思うよ。う。わかった。夜行バス、後で調べてみるね。教えてくれてありがとう。全然、関西旅行楽しんで。ありがとう。さくらもバイト頑張ってね。ジャパ耳。二人の会話からもわかるように、大学生の春休みといえば、バイトや旅行がキーワードに上がることが多いです。長い人だと2ヶ月以上も春休みがあるので、大学生活の中で本当に一番自由な時間なんです。旅行しまくる、バイトしまくるのもいいし、毎日何もしないでゆっくり過ごすのもいいし、あと、車の免許を取るために自動車学校に行ったり、合宿に行ったりする人も多いと聞きます。さて、今日の会話の中にあった皆さんに使ってみてほしい言葉は、メジャーとマイナーという言葉です。会話の中でさくらさんが京都の観光スポットについて話しているとき、この言葉を使っていたんです。これは英語のメジャー、マイナーから来ているんですが、英語本来の意味と少し違う使い方をしているんです。日本語ではメジャーというと、有名、人気がある、みんな知っているという意味になって、マイナーというと、有名じゃない、人気がない、あまり知られていないという意味になります。英語ではスポーツや音楽、あるいは物のサイズを説明するために使われる言葉というイメージが強いかもしれません。日本語でもこれと同じ使い方がありますが、観光スポットなどの場所について話すときには、有名か有名じゃないかを話すために、メジャーとマイナーという言葉がよく使われていると思います。例えば、京都でメジャーなお寺、つまり有名なお寺といえば、清水寺や金閣寺、銀閣寺などが思い浮かびます。一方、マイナーなお寺、つまりあまり知られていないお寺といえば、大徳寺や円光寺などがあると思います。マイナーという言葉は決してネガティブな意味ではなく、むしろ観光客が少なくておすすめとか、みんなに知られていないけど実は穴場といった感じで、隠れた名所という意味もあるんです。
皆さんが日本を旅行するとき、もちろんメジャーな観光スポットも楽しいと思いますが、マイナーな場所も調べて行ってみると、みんなが知らない素敵なものが見られるかもしれませんよ。日本語を勉強している人は、漢字の勉強も大切ですが、今回のようなカタカナ語もどんどんマスターして、日本人っぽい日本語を学んでいってもらえたら嬉しいです。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日のテーマは大学生の春休みでした。3月の終わり頃になると桜が咲くところも多いので楽しみですね。私は実は花粉症で春が本当に楽しみというわけではないんですが、それでもやっぱり桜が咲くのを楽しみにしています。ではまた来週、次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。今日覚えたいフレーズ。特に清水寺とか金閣寺とかメジャーなところは人気だよ。特に清水寺とか金閣寺とかメジャーなところは人気だよ。朝早く行くか、逆にマイナーなところに行くか。朝早く行くか、逆にマイナーなところに行くか。